はようございます。たかしです。本日は11月9日木曜日、ただいま10時18分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方で有料投稿を効率的にご利用ください。また、ノートでは複数のプランをご用意してますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからですね。冷やしですが現在は安値を切り上げ、高値も更新してきている上昇トレンド中なんですね。その中の今、下限付近から上限付近に向かっての上昇中。まずは直近ではこの黄色丸の高値ですね。8月21日ぐらいにつけたこの高値、186.7 付近っていうのを目指して上昇中。現在が 185.4 付近ですので、186.7 付近、あと1円ぐらいの上昇幅はあるのかなと思ってます。ただし上昇トレンドが継続しているのであれば 186.7 付近を上抜けてまだ上昇していきますので、その辺を見ていきたいですね。ここで大きくダブルトップとなって下落するのか、それとも上昇トレンドを継続して高値を更新してくるのかっていうところに注目です。日足のストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからは一旦調整を待ちたいんですが、ポンド円でよく見られますが、ストキャスティクスが高値圏に入ってもそのまま構わず上昇していくっていうこともありますので、基本は1時間足単位ぐらいで上昇のトレンドに乗っていくといいと思います。では4時間足です。昨日は GMMA の青帯ぐらいまでの調整の下落だということをブログなんかで書いていたと思います。ちょうどその調整の下落から GMMA の青帯付近からの上昇になっておりますよね。ストキャスティクスも安値圏にありましたので、そこからの上昇がしやすかった、そういう試合ではありました。ただし現在はまた再びストキャスティクスが高値圏に来ております。前回の高値圏からのデッドクロス、前々回もそうですが、比較的大きく下落しておりますので、今回もそろそろ下落しやすいところには来ております。と考えると、先ほど言ってました直近最高値 186.7 付近、これが先ほど言っていたオレンジのラインですね。ここが日足の最高値になるんですが、そこまで上昇しきれるのか、それとも186円付近でダブルトップを作って下落するのかっていうところを見ておきたいですね。ストキャスティクスを見ているとそろそろ下落に入りそうですので、186円ぐらいが天井になる可能性も考えておきたいです。ただし基本的には日足も上昇トレンドを継続中、4時間足も GMMA の向きを見ていただいてもわかりますが、上昇トレンド中ですので、根拠のない逆張り、ショートエントリーは危険ですので避けた方がいいと思います。基本的にはこの上昇トレンドについていく。つまりストキャスティクス現在高値圏ですので、一旦下落するかもしれませんけれども、その調整の下落を待ってから次の上昇の流れをイメージしておく方がトレードは安全です。では1時間足です。昨日ツイッターにも投稿していたんですが、このあたりからの反発を考えておりました。直近に引いたフィボナッチリトレースメントの 23.6% ですね。184.7 付近、そのあたりからの反発を昨日は考えていたんですが、ツイッターで見ていたのは15分足だったんですが、もう一段の下落をしてほしいですねというようなことも書いておりました。ちょうどそんな感じで一旦下落後の上昇に変わってきました。一応イメージ通りには動いているんですが、ちょっと押しが浅いのかなとも思いますので、ここから上昇する場合、例えば186円っていうところが直近の高値になりますが、そこを上抜けたとしても次一度どこかで深めの押しをつけてくると思うんですね。今のこの動き、押しが少し浅いように感じますので、今は上昇トレンド、今1時間足も GMMA の上にありますし、4時間足も日足も上昇トレンドでしたよね。そして1時間足も上昇トレンドなんですが、どこかで深めの押しをつけてくる、そういうタイミングが近いとも思いますので、本日も押し目買いでついていけばいいと思いますが、あまりどんどん上昇していくとは思わない方がいいと思います。まずは直近186円付近までの上昇、そこを超えてくれば一旦様子見の方がいいかもしれませんし、先ほど4時間足や日足で言ってました直近最高値の 186.7 付近まで上昇しきるかもしれませんが、どこかで4時間足単位の深めの押しをつけてくる可能性は十分ありますので、そこに注意しながら現在の上昇トレンドに乗っていくのが良さそうです。では次はドル円の日足からです。現在ドル円は GMMA の青帯でサポートされて上昇中ですね。値動きとしては結構細かいんですよね。過去のこの分かりやすいトレンドではなく、最近じりじりと上昇している、すごく分かりにくい相場だと思いますので、分かりやすいところでのみトレードしていくのが良さそうです。
そうです。次は4時間足です。昨日も言ってましたが、この赤い平行チャンネルの中で過去からずっと動いてきているんですね。で、そこを直近下抜けたので、この平行チャンネルの下限付近っていうのが今度意識されますと。で、ここを上抜けてきて、また平行チャンネルの中に戻されてくれば、再び上限に向かって上昇していくだろうということを話してました。そして、一昨日は一旦平行チャンネルの下限っていうのが意識されて下落したんですが、GMMA でサポートされて今上昇してきております。ただし、じりじりと上昇してきてますので、あまりこの流れには乗っていかない方がいいかもしれません。どこかで一度深めの押しをつけてくる可能性。ストキャスティクスは高値圏ですので、やはりどこかで一度深めの押しをつけてくる GMMA の青帯もしくは 150.5 ぐらいまで押しをつけてくる可能性がありますので、押しをつければそこからの押し目買いで上昇の流れに乗っていけばいいと思いますが、現在のこういう動き方をしているときはあまりトレードはしない方が安全ですね。では1時間足です。1時間足を見ていただければよくわかりますね。ここ3日間ほどすごくわかりにくい上昇をしております。一昨日から昨日にかけて一度押しをつけてくれたので、エントリーするのであればこの辺かなというふうには考えますけれども、基本的にはトレンドをつけずに上昇しておりますので、こういう上昇の流れには乗っていかない方がいいと思います。一昨日から昨日にかけてのこの押し、こういうような動きをしてくれば、本日もし一旦の下落、先ほど言ったように 150.5 付近まで押しをつけてくる、もしくは赤い平行チャンネルの下限付近まで押しをつけてくるのであれば、そこからの次の上昇の流れをイメージしておけばいいと思いますが、もしこのままじりじりと上昇するのであれば、ドル円のトレードは1時間足単位では本日は難しいのかなと思います。その場合は15分足とか5分足ぐらいにトレード軸を落として、その中でトレードしていくのもありだと思いますので、その辺参考にしていただければと思います。基本的には分かりやすいチャートを描けばその流れについていくのはいいんですが、分かりにくいところでトレードをすると上がるのか下がるのかっていうのが分かりませんので、打っても勝っても負けることになりますので、その辺は注意しながら分かりやすい形になるまで待つということも大切ですので、その辺が意識していけるといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップのご案内です。内容はポストプライムのプライム投稿とほぼ同じなんですが、ノートの方が使い勝手がいいという方に向けて有料投稿の間口を広げました。またノートには掲示板機能がありますので、こちらはノートだけの投稿となっておりますので、よければそちらもご覧ください。掲示板機能に関しましては、リアルタイムなコメント、相場の気づきなどをリアルタイムに投稿していきますので、もしご興味があればノートのメンバーシップをご確認ください。またノートでは複数の視聴プランもご用意しておりますので、ご自身に合ったプランを選んでいただけるのも特徴となっております。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月初がお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。